ぱり次のゲームパッドも掘りかしらね。でもサードパーティーの純正コンもありよね。あのさ、メタン。何かしら。スト6のランクマつまんなくね？どうしたの？急に。どんな形であれ、ネガティブな発言は好まれないわよ。だってさ、ガン待ち、ガン逃げ、ウッパ、ぴょんぴょん、あまりにも節操がなさすぎじゃないのだ。ランクマッチは真剣勝負。勝ちたいという思いが行動に出てもおかしくはないのよ。メタン、置き攻めの投げがカウンターだった時、悲しい気持ちにならないのだ。それはまあ、リバサ昇竜ならわかるけど、リバサのコパンはちょっとよくわからない時はあるわね。せめて飛び逃げしたらとは思う時はあるわ。スト6は大味なゲームと言われ始めてるから、大胆な行動が多くなるのは理解できるとはいえ、あまりにもあまりにな人多くないのだ。まあ、言わんとしていることはわかるけども。そうでしょう、そういうことでしょう。つまんないのだ、ランクマつまんないのだ。つまんないつまんないつまんないのだ。スト6のランクマの無法っぷりにずんだもんが壊れてしまったわ。どうしましょう？おや、ネタン、ずんだもんはどうしたのですか？実はカクカクしかじかで。ふむふむ、なるほど。ランクマの無法っぷりなんて、スト6に限った話ではないでしょうに。ずんだもん、何年格闘ゲームやってますの？うっせえ。ガンマチ代表のルーク使ってるアミに言われたくねえのだ。あらまあ、ランクマで心が壊れすぎて、とうとうキャラクターにもヘイトが向いてしまいましたわね。まあ、いろいろと吐き出したくなる時もあるでしょう。よろしい、わかりました。今日は対戦はしないでずんだもんの言い分を聞こうじゃありませんの。シャオラ、僕の愚痴をいっぱい聞かせてやるのだ。ネタンも、お時間が許す限りお付き合いくださいませ。まあ、仕方ないわね。付き合いましょう。まず、言いたいのだ。あまりにも待ってるやつが多くないか？なのだ。まあ、そうですわね。待ってるプレイヤーが多いのは、クラシックとかモダン関係ないものね。なんでこっちが始終アクションを起こしてやらないといけないのだ。って、ちょっと噛み合わなくて向こうの攻めのターンの時、水を得た魚のごとく激しく攻めてくるのだ。意味わかんねえのだ。最初から戦いなのだ。それは相手に動かされてるとも言えますけどね。しかも、ケンは相手の行動を待つ方のキャラだと思うんだけど、自分は棚上げなのかしらね。なんか言ったか？いいえ、ストリートファイターシリーズのように、キャラ操作の自由度が限られているゲームは必然的に待ち気味にはなりやすいものですけどね。スト6の場合は、待ち気味になりやすい理由としていくつか挙げられるのは、スト5の延長で考えているプレイヤーが多い。相手の行動を待ってから動けることが多い。自分から起こしたアクションをいなされるのがストレス。といった感じですかね。スト5の延長というのは？言葉通りの意味ですわね。スト5は防御寄りのゲームと言われ続けた作品なので、自分から攻めない方がメリットがある、となると、まあ自分から行動を起こす必要はないですわね。せっかくアクションゲームやってるのにつまんなくねえのだそれ。いいえ、ずんだもん、何をもって面白いとするかはプレイヤーの数だけあります。自分の考えを一方的に求めるのはただの押し付けですのよ。でも自分から行動を起こした時の面白さは絶対にあるのだ。能動的に動いた方が面白いのだ。そのことは否定はいたしませんわ。私も、ルークはもうちょっと攻撃寄りに作ってほしいと思ってますもの。しかし、ディフェンシティブと呼ばれたスト5で格闘ゲームを始めたプレイヤーが、スト6になって急にアクティブに動けと言われても難しいのは理解できましょう。出身ゲームのセオリーというのは、後にやるゲームにも残るものですわ。スト6のセオリーがもう少し固まってくるまでは、様々なスタイルがあってしかるべきですわ。それはまあ、なんとなくわかるのだ。スト6はまだ発売して2ヶ月だし、もう少し推移を見るべきね。して、相手の行動を待ってから動けることが多いというのは？スト5からですが、ジャンプが1種類しかないのは、格闘ゲーム市場の中でも幅が少ない方だと思います。行動の少なさの緩和としてドライブラッシュが実装されましたが、消費するものがあるため常日頃選択肢に入るわけではありません。なので、慣れてきたら相手のジャンプ攻撃への対処しやすい方のゲームではありますわね。となると地上戦が主になりますが、地上戦の対の選択肢となるジャンプの軌道が限られている上に、影縫いまで弱いとなると、地上戦の牽制は非常に難しくなっていますわね。
影縫いとは、攻撃モーションを繰り出した際に一定の近さであればキャラクターが防御行動、つまりガードを行う仕様のこと。ガードモーションを取るということはその場に止まるということなので、月の小さいコパンなどを繰り出して相手にガードモーションを出させてその場に縫い付けることができる。これを影縫いもしくはカラガードと呼ぶ。スト6では影縫いはほとんど発生しない。相手の近くで攻撃モーションを繰り出していても相手はほとんどの状況で下がりっぱなしとなる。スト6で影縫いの動作を体感できるのはチュンリーの角脚楽がある。この技はめくりしか攻撃判定がない関係上、相手をその場に縫い付けないと弱すぎるためであろう。影縫いに関してはカプコン公式のストゼミでも記事があり、その他にも有志の記事があるため、興味がある人はぜひ調べてみてほしい。影縫いがあったら相手をその場に縛り付けてすがりっぱを抑制できるのだ。スト2針の影縫いをさっさとよこすのだ。ずんだもん、時代に適応いたしましょうよ。その影縫いに問題があったからなくなったのですよ。下がりっぱなしの相手にこっちの牽制が空振って相手が適当に押したボタンが差し返しになるの。めんどくせえのだ。でもそれはこっちも同じことできるわよね。相手の差が立派に合わせてこっちも下がってたら日が暮れるのだ。令和5年にもなってタイムアップが当然のゲームやりてえのか。それはあまりやりたくはないわね。でも時間を使って戦うのも攻略の一つ。何が時間を使うなのだ。全人類にそんな時間が平等にあると思うなよ。そんなことを言っているからプロゲーマー専用ゲームとか呼ばれてしまうのだ。少し落ち着きなさいな、ずんだもん。見てから対処しにくいドライブラッシュがゲージ依存ですので、安易な攻めが成立しないのは事実ですが、システムで縛ることによって攻防の緩急が生まれているとも言えます。牽制技のリーチの把握などもまだまだでしょう。牽制相性の把握も未熟ですし、もう少し攻略をしてから判断しても良いと思いますわ。問題を先送りにしてるだけじゃないのだ。その可能性もありますが、できることがまだあるのに結論を早急に出すのももったいないですわよ。私もシステムはまだまだ理解しきれてないし、一緒に攻略していきましょうよ、ずんだもん。それは確かにその通りなのだ。まだできてないことも多いし、相手に触る練習だと思って踏ん張るしかねえのだ。そもそも剣って優美脚あるし、オーバードライブ波動拳は吹っ飛ばないから結構相手に触りやすくない？言うよりかは触りやすいのではないかと思いますわね。何か言ったか？いいえ。それで最後の自分から起こしたアクションをいなされるのがストレスというのは？これはただの予想なんですけども、対空を取られたり差し返しされるのがストレスになっているプレイヤーが一定数いるのではないかと思っています。格闘ゲームはあらゆる行動が読み合いという言葉に集約されますが、これはある程度綺麗な言葉で締めくくったものでしょう。しかし、行動のパターンが少ない人の行動は読みやすいんですの。だから、処理で終わる試合が起こることもあるのですよね。対空を取られた人は、どうせ飛ぶんだろう、はい落としましたざまー、と言われているような感覚に陥ってしまっているのではないかと思っております。確かに、自分の行動が返され続けると、全部見透かされてる気がして悔しいと思う時はあるわよね。何言ってるのだ。実際読みやすいプレイヤーも多いのだ。パターンが少ない人が処理されるのは真実なのだ。やめなさい。私たちだってまだまだなプレイヤーでしょうに。まだまだだからこそ、ワンパターンと言われても試行錯誤して自分の手札を増やすのが格闘ゲームなのだ。だというのに、自分から行動を起こさず、相手のミスだけ待ってるなんて無の骨頂。格闘ゲームの読み負けは失敗ではないのだ。挑戦なのだ。ずんだもんのように思えずに、自分の行動は失敗した行動だ、と感じてしまうプレイヤーもいるのではという予想ですわ。SA さんが絡むと6割消し飛ぶゲームですし、対処が限られている、なで、という行動が、置き詰めで重なる以上はハメに近い状況も起きやすいゲームです。なので、目先の1勝1敗にこだわっても仕方ないのですが、ランクマは数字の上下が起きるシステムですので、気にするな、というのは難しいと思いますわ。目の前で下がる数字を気にするな、というのは、現代においては気にしないでいられる方が不健全かもしれませんわ。もしかして、ランクマとかいうシステムが悪い可能性があるのだ。その可能性は否定しきれませんが、自分と他者を比較するのには数字が一番わかりやすいです。数字は目標にもなります。自分のやり込みが目に見えないというのも、モチベーション低下につながりますわ。ランクマはなくすべき、とは言えませんわね。つまるところ、自分から動くのが損な時がある以上は、待ち行動は順当な行動ということ？そうですわね。
まあそもそもの話として、ガン待ちだろうがガン詰めだろうが、勝ちを目指した行動に対して何かを言う権利は他人にはないものですわ。そんな土星論は聞きたくないのだ。人それぞれとか、よそはよそなんて言い出したら話が終わってしまうのだ。そうですわね。今のは失言でしたわね。ごめんなさいね。ずんだもん。ずんだもんと同じ考えの人もいないわけではないですの。今の環境外や、というプレイヤーが多ければテこ入れも入るでしょう。アップデートを待つ、というのも、令和のゲームの楽しみ方の一つかもしれませんわね。もうちょっと頑張りましょうに落ち着いてしまったのだ。むむむ、しかしそうなると、また向き合うしかないのだ。あのランクマという地獄に、本当に心の底から嫌なのだ。というよりずんだもん、そもそもなんですけども、ランクマやめたらいかがです。そもそもなんですけど、ランクマ以外もあるでしょう。それは、ディスコードとかのコミュニティに入って、カスタムマッチやれってことなのだ。それもいいですし、そもそもバトルハブやカジュアルマッチもあるでしょう。対戦の形式はランクマだけじゃないですのよ。数字の上下を気にしないで対戦すればいいじゃないですか。まあ、そうよね。そもそもキャラ対策になれたり、実戦でコンボを決める練習だって数をこなすのが定石なわけだし、ランクまでなくていいんじゃないのかしら。まあ、それはそうだけども。いや、でも、ランクマは真剣勝負。常日頃から真剣勝負に慣れておいた方が、いざという時に役に立つのだ。本当にそう思っているのであれば、文句言わずにやりなさい。わかってますわよ。ずんだもん。あなた、さっさとランク上がってどやりたいだけでしょう。あ、なるほど。勝ちたい気持ちが先行しちゃってるやつね。ありますわね。これ不思議なんですけども、勝ちたいって思えば思うほど、行動がワンパターンになるんですのよね。格闘ゲームあるあるなのよね。リバサ昇竜が、勝ちたい昇竜、なんて言われたりするものね。勝ち負け決めてるのだから、勝ちたいって思うのは当然なのだ。僕は悪くねえのだ。そんなことだから、勝ちへの意識が薄くなった頃にやった時は勝てて、数こなしている時は勝てなかったりするのですわよ。畜生、メタン、アミが正論ぶつけていじめてくるのだ。悪女なのだ。とんでもない土星論モンスターなのだ。こいつ。はいはい、よしよし。ランクを上げてどやりたい承認欲求を見透かされて悔しいのよね。存分に泣きましょうね。この野郎、もっと優しく慰めろなのだ。どうでしょう。ずんだもん、少しは留飲が下がりましたか？少し吐き出させてもらったから気持ちは楽になったけども、でもなんか具体的な解決策にはなってない気がするのだ。騙しているつもりはありませんわよ。それは分かってるのだ。視点を変えてみるという話だと思ってちょっと考えてみるのだ。どんな内容であれ、自分の考えを言語化するのは大事なことよね。私も行き詰まったら色々話を聞いてもらうわ。何事も続けていれば疑問が湧き、解決策を見出し、それを伝え確かめたくなるものです。格闘ゲームはこの流れを対戦という形で表現できます。せっかくプレイしているんですもの、とことんまで利用して楽しみましょう。整理して、言語化して、練習した後は実践です。せっかくなので次はバトルハブを使って対戦しましょうか。ずんだもん。待てねえのだ。僕の陣内でぐっちゃぐちゃにしてやるのだ。私ともよろしくお願いするわ。負けないわよ。よろしくお願いいたしますわ。では、今回はこの辺りでお開きにしましょう。この動画の内容に関わらず、スト6や格闘ゲームで悩んでいることがあったら、よければコメントくださいね。ゲーム歴だけは長いおじゲーマーが可能な限りお力になりますわ。よければまた見てほしいのだ。では、最後までご視聴ありがとうございましたなのだ。それほどでもないゲーマーチャンネル。